こんにちは、漫画素材工房です。このチャンネルでは皆さんが共通して抱える絵の悩みを美術解剖学の知識で克服する動画をお送りしています。私の簡単なプロフィールはこちらになります。今回の動画は顔を立体的に描く方法の続編です。前回の動画では頭蓋骨をベースに眼下、頬骨、口周りの構造を解説しましたが、この動画では眉から鼻、顎から首への構造を解説します。前回の動画と合わせて見ていただければ構造をコンプリートして顔の立体感がさらに爆伸びしますので、ぜひ最後までご視聴ください。今回ご紹介するポイントは3つ。1つ目がおでこと鼻球、2つ目が鼻の構造、3つ目が顎先から下顎。これらにどう気をつけたらよいか一つ一つ解説していきます。まず1つ目のおでこと鼻球、この2つを骨格をもとに見ていきましょう。まず鼻球は眼下の上にあるこのパートです。そしてその上がおでこ。よくある例として鼻球がない、もしくはおでこがない、さらにはこの両方がない絵をよく見かけます。もちろんデフォルメや好み、キャラの年齢や性別にもよるのですが、例えば目の上からいきなり後頭部へ線をつなげると後ろに流れたような印象になってしまうので、おでこの存在は必ず意識しましょう。鼻球はおでこの真下にあり、その真下には眼下があります。男性は特にこの鼻球が目立つので、目の上の出っ張りを描いてあげるとリアリティが増します。基本的には眉はこの鼻球の上に乗っているので、鼻球を描くことで眉の位置がずれるのを防ぐことができます。ここには前頭筋というおでこの筋肉があり、前頭筋を動かすと眉も一緒に上下します。実際に鏡を見て自分で動かしてみると分かりやすいですよ。次のポイントが鼻の構造です。鼻はいくつかのパートに分かれていて、それぞれ鼻根、鼻梁、鼻の先端となる鼻腺、鼻翼、鼻中、鼻孔となります。鼻根は鼻球の真下、眼下の中間にあり、文字通り鼻の根元となる部分です。鼻球を土台に鼻根を考えると、このように眼下のデッサンにも役立ちます。そして鼻は簡略化されたイメージから書き加えていくと分かりやすいです。デフォルメした一本線の鼻に慣れていると見落としがちですが、鼻はこの上面の横幅を意識しましょう。特に鼻根や鼻梁の開始地点は正中線ではなく、この横幅の存在を意識してアウトラインを描いてあげると鼻のデッサン崩れを防ぐことができます。そして鼻はこのように各パーツの大きさやバランスを変えることで個性を出すことができます。鼻根を短く、鼻梁を長くすると面長な印象になり、鼻根をなくして鼻梁の横幅を広げると動物的な印象になります。鼻梁が長いと大人っぽく男性的、短いと子供っぽく女性的となり、鼻翼が大きいと鼻の穴も大きくなります。3枚目や特徴的なキャラを描くときには鼻の各パーツを強調してみましょう。逆に美形を描くときは一つ一つの特徴は抑えてバランスを重視するといいですね。この構造を知らずに鼻を描いてしまうと、このように立体が潰れた印象の鼻になってしまうので、鼻を描くときは各パーツの立体構造をきちんと考えて組み立てましょう。そしてもう一つ気をつけたいのが鼻の頂点となる鼻腺です。ここには丸い球体を常に意識して、それに合わせて鼻の穴と鼻中を付け足してあげるといいです。この鼻中は鼻進行を通って上唇の中央へとつながっています。この鼻腺を意識せず鼻先を尖った形として捉えると鼻の立体感が出にくくなってしまいます。よくある影の付け方で、このように少し隙間を置いて影がつくのは鼻の横幅と鼻腺の球体の立体が意識されてのことです。鼻根、鼻梁、鼻腺の上面の立体を意識するだけでデフォルメした際にも立体感のあるラインが描けるようになります。2次元で美形を描く場合、鼻のデフォルメが激しいので鼻の構造は不要と思われがちですが、デフォルメというのは元の立体構造に沿ってこそ完成度も上がるので、正しい立体構造は常に知っておいた方がいいですね。この目と鼻の側面のつながりは少し難しいのですが、鼻梁と眼下、頬とを別々のパーツと考えるとカラーの時にもいい感じの陰影がつけられるようになります。そして最後のポイントが顔の中でもかなり理解が難しい顎。そして顎から首につながる顎の底面です。
まず口から下の顎先ですが、骨格で見るとこのように反り返っているのが分かります。特に男性を描くときはこの顎の反り返りをしっかり描いてあげるといいでしょう。逆に女性や幼いキャラは形を強調せず、全体的に丸く描いてあげるといいですね。顎先にはこのような形をイメージしてあげると、下顎とのつながりがスムーズになります。これも鼻の形と一緒で、顎先の面積を大きくしたりシャープに強調すると、キャラの個性を意識的に作れるようになります。そしてさらに難しいのが、顎先から首へとつながる顎の底面です。この顎と首、2つのパーツがつながる境目はとても難しい部分で、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。よくあるのが、この顎の底面が完全に欠けている絵です。首とのつながりが弱くて安定感がなく、何か違和感がありますね。これを解消するために、まず顎の骨格を見てみましょう。顎の骨格を下から見ると、このようにかなり鋭利な三角形の形をしています。その三角形の先端を切り取った形が下顎のイメージです。そして顎と首の重要な境目のポイントとなるのは舌骨です。ここを境に顎から首へと切り替わります。顎の底面を描くときは、この奥への回り込みを意識しましょう。首より先に下顎全体を描いてあげると、この回り込みを表現しやすいかもしれません。これを元に下顎を描くとこうなります。連結部が自然になり、説得力が増しましたよね。顔を実際に描くプロセスは過去の動画でご紹介していますので、こちらもぜひ見てみてください。それでは今回の動画の内容をまとめていきましょう。現在私は美術解剖学を進行形で勉強しており、そのまとめを月額制のサービスで有料公開しています。顔の構造についてもっともっと知りたいという方は、説明欄からチェックしてみてください。今回のポイント1つ目は、おでこと鼻球。鼻球の上には眉が乗り、その真上におでこがあります。この2つのパーツを意識すると、目周りと頭頂部までのデッサンがとても安定します。2つ目が鼻の構造。鼻はそれぞれ別のパーツに分かれています。上から鼻根、鼻梁、鼻腺、鼻翼、鼻中、鼻孔。一つ一つのパーツを強調することで鼻の個性が出ます。そしてそれぞれの立体を意識することで、デフォルメの線に説得力が出てきます。最後3つ目が顎先から下顎。顎先の立体を意識するとキャラの特徴を出しやすくなります。顎と首をつなげる顎の底面は忘れずに描きましょう。顎と首の境目となる舌骨を意識しましょう。人体の作画をするときは必ず骨格ベースで考えましょう。デフォルメされたキャラクターでもベースは基本的な骨格になります。説得力のある顔を描くには頭蓋骨への理解を深めると、デッサンの歪みも迷いも減り、自信を持って線を引けるようになります。例えばですが、家を建てるにも既存の土台がしっかりできていなければ簡単に崩れてしまいます。土台となる基礎があって初めて自由な応用ができ、説得力という強度が増していきます。あなたがより上のレベルを目指すのであれば、何事も基礎を徹底的に勉強しましょう。このようにこのチャンネルでは、あるあるの人体の悩みを美術解剖学の知識で解消する動画を公開しています。今回の内容がお役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録とライクボタンを押していただけるととても嬉しいです。Twitter と Pixiv では無料の画像解説を随時公開していますので、ご興味のある方はそちらもぜひフォローしてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。